皆さんこんにちは。チンスポの達人です。今回はですね、おそらく多くの人が知らないであろう東京の四谷の歴史について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本のチンスポットを紹介しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、四谷にやってきました。四谷は江戸城の外堀に位置していて、城の西の玄関にあたる重要な場所でした。甲州街道の出発点に位置して、有事の際の将軍の脱出ルートだったんですね。ここには初代長州藩主の毛利秀成が築いた城門、四谷見附門があったんですが、明治時代に市電の敷設に伴い撤去されてしまいました。ただ、駅の隣には城門跡が残っていて、その名残を見ることができます。今は四谷から新宿方面に向かって歩いているんですが、この辺りは五千手組、お持組、大番組など将軍と城を守る武士の住まいでした。さらに伊賀者の屋敷もありました。伊賀忍者といえば、今でも半蔵門として地名に残っている服部半蔵が有名ですよね。本能寺の変の直後に徳川家康が伊賀路を通って自身の領地である三河に逃げ帰ったとされる神君伊賀越えを先導し、その後も数々の功績を残した人物です。その半蔵門は今歩いている道を逆に進んだ突き当たりにあります。で、その服部半蔵の墓が実は四谷にあるんです。こちらの西念寺です。このお寺は服部半蔵が徳川家康の息子信康を供養するために作ったものだそうです。織田信長は信康が武田勝頼と内通していると疑惑を持って、父親である家康に信康を切腹させるように命じます。で、家康は信長に逆らえず、その要求を受け入れました。そして切腹する信康の解釈を任じられたのが服部半蔵でした。結局半蔵は任務を遂行できず、別の武将が解釈しました。そして後年、半蔵は仏門に入り、このお寺を建立したそうです。この辺りの話は大河ドラマのどうする家康でも描かれると思うので楽しみですね。で、本堂には服部半蔵が徳川家康から授かったという槍が飾られています。で、ここは西念寺に隣接する観音坂です。四谷は地名に谷がついているだけあって、本当に坂が多いですね。しかも結構急な坂道なんですよね。で、あとは寺とか神社も非常に多いです。今歩いている両サイドにも寺院がありますし、あとちょっと先には四谷怪談で有名なお岩さんを祀った神社もあります。怪談だと旦那に毒殺されたお岩さんが幽霊となって現れるっていうお話ですけど、実際には仲睦まじい夫婦だったみたいです。で、この坂を降りたところに当時は鮫川という川が流れていました。で、その川に橋がかかっていたので鮫川橋という地名になったそうです。こちらは当時の様子を描いたイラストです。で、ここは海行寺坂を降りてきたところなんですが、この辺りは江戸時代から続く貧民窟、つまりスラム街でした。明治時代に東京の三大貧民窟と呼ばれた地域があって、それが現在の上野駅近くの下谷万年町、浜松町駅近くの芝新網町、そしてこの鮫川橋でした。明治30年の調査では、下谷万年町に875戸、芝新網町に532戸、鮫川橋に1370戸の長屋があったそうです。鮫川橋が当時の東京で一番多かった、つまり日本最大の貧民窟だったっていうことで間違いないでしょう。で、誤解のないように言っておきたいんですけど、ご覧の通り現在は当時の面影は一切ありません。四谷はむしろ都内の一等地なので、ここに住めるだけでも本当にすごいと思います。もう正直羨ましいくらいです。
で、鮫ヶ橋が貧民窟になったのにはいくつか理由が考えられるんですけど、まずは低湿地だったことが挙げられます。この辺りの土は粘土質の地層で水はけが悪く、雨が降るとかなりジメジメとしていました。このようにこの地区は周囲から一段下になっているのがわかると思います。そして江戸時代の地図と見比べてみたいと思うんですけど、この辺りは大縄地だったことがわかります。大縄地は今でいう官舎みたいなもので、同じ職務に就く家計武士が住む長屋が並んでいました。このイラストは明治期の貧民窟を描いたものです。長屋が並んでいるのがわかりますよね。ちなみに奥の方に人力車が見えますが、彼らにとって特にメジャーな仕事が人力車夫だったようです。もう一つ、ここが貧民窟となった大きな理由として残飯屋の存在があります。お金のない人が食事を安く済ませる一番の方法、それは捨ててあるものを拾って食べることですよね。それを職業として行っていたのが残飯屋でした。明治時代、この鮫ヶ橋の北には陸軍士官学校がありました。現在は市ヶ谷の防衛省があるところですね。で、この士官学校では毎日1000人近くの食事を用意して大量の残飯が出ていました。それを安値で買い取って売っていたのが残飯屋です。この残飯屋は大盛況だったようです。安い値段で大量の食事にありつけますからね。で、士官学校の厨房係も小遣い稼ぎのために意図的に残飯を残していたようです。で、この辺りの実態については明治時代の新聞記者である松原岩五郎が執筆した最暗黒の東京で詳しく書かれています。松原は自ら貧民窟に潜入して残飯屋として働いていたっていう強者で、残飯が少ない時は飢饉、多い時は豊作といって貧民たちに呼びかけていたそうです。さらに残飯屋で売れ残ったご飯はお菓子の原料を扱うお店に売られてあられや大福の原料になり、おかずなどの食材は養豚場に豚の餌として売られ、全く残すことなく活用されていたそうです。食品ロスゼロが徹底されていて、現代人も大いに見習うところがありますよね。こちらの双葉南源保育園は貧民幼児教育施設として明治39年に開かれました。当時の記憶を伝える唯一の施設かもしれません。で、この鮫ヶ橋の貧民窟は大正12年に起きた関東大震災で崩壊します。その後、都市の発展による地価の高騰で、ここで暮らしていた人たちは新宿や豊島、板橋などの郊外へと移っていきました。新宿のどこが郊外なんだって思う方も多いと思いますけど、それだけ四谷が都内の中心にあるっていうことですよね。なんといってもすぐそばには迎賓館がありますからね。で、このガード下に鮫ヶ橋という地名の名残があります。そしてガード下の先には南元町公園に隣接する形で鮫ヶ橋せき止め稲荷があります。鮫川の流れをここでせき止めていたそうです。鮫ヶ橋地名発祥のところっていう石碑もありますね。で、今はこの青い丸のところにいるんですけど、昔は伊賀者の旧地でした。当然その面影はありませんけど、かつてここに伊賀の人たちが暮らしていたって思いを馳せてみるのもいいですよね。最後に映画「君の名は」で有名な菅神社を紹介したいと思います。菅神社の菅はスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治した際に「我この地に来たりてすがすがし」と言ったという故事に基づきます。で、アニメの聖地巡礼で訪れる人が多いと聞いてはいたんですけど、
本当に外国人がひっきりなしに来てました。でもこの辺りが100年前までスラム街だったなんて夢にも思わないでしょうね。いやー、変われば変わるもんですよね。はい、ということで今回は以上となります。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。